はいどうも、研ぎ師亮太です。今日は砥石の面を速攻で直す方法をお伝えしていきます。砥石っていうとこんな感じで包丁を研ぐための道具になるんですけど、砥石を使って包丁を研いでいると、包丁が削れるのはもちろんなんですけど、こちらの砥石も減っていきます。で、基本的に砥石の減り方っていうのはこう真ん中がへっこんでこういう感じで湾曲してくる減り方が多いので、その状態だとうまく包丁が研げなかったりいい刃がつかなかったりするので、こちらの砥石を直してあげる必要があるんですけど、砥石の種類によっては、かなり硬くて砥石が減りにくい砥石とかもあるので、そういうものを面直しする時とかって、結構大変だったりします。なので今回は、そんな硬い砥石とか、結構砥石の表面が歪んでしまって、形直すのに結構時間がかかりそうな時に使えそうなやり方をお伝えしていきます。では今回は硬めの砥石の代表的なやつ、ロックスターの、1万番と4000番を直近で使ったので、こちらの2つを面直ししていこうかと思うんですけど、ロックスターはこんだけ薄い砥石なんですけど、その代わり硬さがだいぶ硬くなってます。なので、面直しも結構大変なんですよね。で、今回はこちらのロックスターたちを速攻で面を直していきたいと思います。それでは早速やっていきます。はい、それでは今からこちらのロックスターたちを速攻で面直ししていきたいと思います。まずは4000番から面直ししていきましょうかね。はい、で今回の面直しで用意するものはこちらの鉛筆とこちらの電着ダイヤモンド面直し、これアトマですね。でアトマのもうダイヤモンド研磨剤が結構消耗したもの、消耗してなくてもいいんですけど、今回のやつ新品のやつとかでやるとこちらのダイヤモンドプレートがめっちゃ消耗するので、消耗してるやつの方がいいですね。で今回の肝となる道具がこちらです。こちら混合車っていうアイテムになります。でこれ何かっていうと、中開けるとこんな感じの粉末が入ってます。でこの粉末が何かっていうと、簡単に言うと砥石を構成している研磨剤です。でこんな感じで黒い研磨剤見たことあるかなと思うんですけど、これ何かというとこちらのダイヤモンドじゃない面直し、こちらに使われている研磨剤が、こちらの混合車と同じような研磨剤になっています。で混合車にも番手があって、これ細めっていうやつなんですけど、で今回はこちらの細めを使っていきます。で細めがなかったら中目とかでも全然大丈夫です。であと、こちらのアトマのダイヤモンドプレートがない場合は先ほどのこちらの炭化ケイ素系の面直しでも大丈夫です。ただちょっとこれミニサイズで砥石よりちっちゃいので、この砥石よりちっちゃいサイズだとこれ綺麗にまっすぐならないんで、できたら砥石と一緒かちょっと砥石より大きめの面直しの方がいいです。なのでこのミニサイズはおすすめしないですね。なので今回は消耗したアトマを使っていきます。なので用意するものはアトマ、混合車、鉛筆の3種類ですね。ではまずは砥石直す時のワンステップ目、こちらの鉛筆で砥石に落書きしていきます。はい、こんな感じで砥石に縦横いっぱい線入れて、斜めにも1本ずつ線入れます。でこうすることによってこの後こちらの後までバーって削るんですけど、砥石がへっこんでるとこだけこちらの鉛筆の線が残りますので、視覚的にちゃんと砥石が直ってるかどうかが分かりやすいです。それでは鉛筆で線かけましたら、次はこちらの混合車つけていきます。これちょっと出しすぎましたね。こんな出さなくてもいいです。っていうのも、こちらのアトマと砥石の間で、この研磨剤を転がせれたらそれで大丈夫なので、もっと少なくて大丈夫ですね。でここからはこちらの後まで通常の面直しと同じ感じで砥石を削っていきます。で乾いてたらやりにくいのでちょっと水をつけて湿らしてあげましょう。でこの状態で削っていきます。はい、で削るときはこんな感じでくるくるしたり
縦に動かしたり、まんべんなく削りながらやってあげてください。でこっち向きとかこっち向きとかこっち向きとかに、変な方向に一方方向に力が入っちゃうと砥石は平らになるんですけど、砥石の向きが斜めになったりするので、そこだけ気をつけてもらえたらなと思います。で削り終わったら水で流していきます。そうすると、こんな感じで鉛筆の線と包丁を削った時に黒くなってたものも完璧に取り除けてるかなと思います。いかがでしょうか。めっちゃすぐ終わりますこれ。これで4000番終わりです。じゃあ続いてこちらの1万番もやっていきますね。やり方は全く一緒です。まず鉛筆で線を描いていきます。で線を描けましたら混合車をつけていきます。ちなみに混合車つけないとどんな感じかちょっとやりましょうかね。混合車なしでこのちょっと消耗した後まで削ってみます。はい、混合車なしだとこんな感じでなかなか砥石を削ることができてない感じですね。でこの高いところはちょっと削れてるんですけど、へこんでるところとか鉛筆の線が全然取れてないような状態になります。でこれを、混合車をつけてあげることで速攻で直していきます。はい、それじゃあやっていきます。はい、これで終わりです。はい、鉛筆の線も綺麗に消えましたね。どうですか？全然違いますよね、これ。本当に100倍ぐらい違います。言い過ぎかな。いや、でもそんぐらい違います。で、混合車使って、砥石の面直ししてあげると、この砥石の面が結構凹凸がボコボコします。混合車の粗さによってそれは変わってくるんですけど、細めが一番表面が荒れにくいです。で、中目粗めになっていくにつれてこの表面の凹凸が増えていくっていう感じですね。でこれはいいとこと悪いところがあって、仕上げ砥石以外でやるのであれば研磨力が爆上がりするので、中砥石粗砥石でやるときはこのやり方をやるとめちゃくちゃ効率よく研ぐことができます。なのでこの4000番とかもうこの状態のまま使ってあげるとかなり効率よく研げますね。ただ仕上げ砥石、最終で刃付けとか表面を仕上げる時の砥石っていうのは、例えばこちらの1万番とかですね、包丁を研ぐ時に最後に当てる砥石をこちらの混合車をつけて面直しをした状態で研いでしまうと、表面が結構ボコボコしてるので、この1万番でもかなり研磨力が高い1万番になっちゃうので、繊細な研ぎをするっていう時はこの状態だけだと若干具合が悪いです。なのでそういう時どうするかっていうと、これ混合車でちょっと表面が荒れているので、こちらの4000番と1万番でこうやって友釣りして綺麗にしてあげるのもいいですし、別の仕上げ砥石を使うのもありです。で例えばこれキングの S1 っていう6000番の砥石なんですけど、この6000番の砥石とロックスターの1万番の砥石、これの面同士をこういう感じで擦り合わせてあげます。でそうすることによってこちらの1万番の塗面がめちゃくちゃ滑らかになるので、これで研いであげるとこの1万番の切れ味を発揮しやすいですね。なので今のをざっとまとめると、粗砥石と中砥石と、中間で使う仕上げ砥石っていうのは、この混合車を使って面直ししたまんま研いでいただいて大丈夫なんですけど、最終で当てる仕上げ砥石ですね、それに関しては今みたいな感じで仕上げ砥石同士で友釣りしてあげるのがいいですね。ということで以上が砥石の面を速攻で直す方法になります。はい、ということで速攻で砥石の面直しをする方法いかがだったでしょうか。今回はこちらの
1万番と4000番のロックスターの面直ししたんですけど、これ以外の砥石でもダイヤモンド砥石以外は今回のやり方でだいたいいけるはずなので、ぜひ今回のやり方を実践していい砥石の状態で包丁を研いであげてください。やっぱり混合車使ってあげると粗砥石と中砥石の作業効率めちゃくちゃ上がるので、面直しもできるし研磨力も上がるので、一石二鳥ですね。で最初の仕上げ砥石の方は、仕上げ砥石同士で友釣りしてあげることによって精度の高い研ぎをすることが可能です。なのでこういう電着ダイヤのアトマとか面直し用のダイヤモンド砥石っていうのは、これ摩耗して使い物にならなくなったらどうしようかっていう悩む方結構多いと思うんですけど、こんな感じで研磨剤使ってこれでやってあげるとめちゃくちゃ面直しできるので、これを処分しようと考えている方はぜひ捨てずに置いておいてあげてください。まだまだ使いどころいっぱいあります。ということで今回の動画で何か気になることとか質問などあればコメント欄の方によろしくお願いします。で他にもこんな動画作ってほしいとかこんなことをしてほしいということがあればおっしゃっていただけるととても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。